はい、地球玉系南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。いやー、静岡着きましたね。そうですね。着いて休みもなくここに帰りましたね。何時間ぐらいかかったんですかね。何時間ですかね。僕は寝てたんでわからないんですけど静岡ホビーショーですね。3ヶ月分仕入れをねここでさせてもらうと、一番金銭感覚が狂うようなね。今までねホビーショーの様子って紹介してきたんですけど、特に今回は来たことのないところ、初めましてをそらく初めましてをね、そう探す旅を。どっかちょっとやっぱ静岡ホビーショーってやっぱりね声かけてくださる方増えたので、ね、なんかこう自分のねなんかこう慣れた感じっていうのはあるんですけど、そこをあえてね行ったことないところに行くっていうのはね、全然海外の営業の人出てくるかもしれませんから。特に英語いける？いけないです。じゃあもうジェスチャーでなんだろう、なんかこのなんか様子を見てる感じ。あ、いいですよ、整えてください。オッケーです、オッケーです。ブース整えた後に、はい、ぜひぜひ。はい、それではですね、広野さんです。よろしくお願いします。お願いします。去年ですね、なんか行きたいなと思ってたんですけども、時間がなくて行かれなかったので、ぜひ今日いろいろ教えてください。ありがとうございます。お願いします。今日展示しているのはプラモデルだったり、自分の持ち物をオリジナルにカスタマイズできるような、商品を2つ持ってきてまして、で1つ目がここにあるような小さいオリジナルのですね車両だったりだとかをカットできるようなカッティングマシン。プラ板をカットする。プラ板とか紙とか布とかいろんなものがカットできる機械をご用意してます。どれぐらい細かいそのものが切れるとか。動作の故障範囲は、縦横いずれかが2ミリ以上の大きさであればカットができるので、歪みが出たりするんですけど、これは紙です。ケント紙積層です。こういう窓のところとか扉のところとかも素材によっては歪みが出ちゃうんですけど切れます。プラ板は何ミリぐらい？プラ板はタミヤさんのプラ板であれば 0.5 ミリぐらいまでで、柔らかいもの、津川陽光さんの今日ニューデザインプラスチックペーパー、こちらの素材も穴も含めてカットができます。これすごく使いやすくておすすめです。これプラ板なんです？はい、これ軟質のプラ板です。なんか柔らかい。でも張りがあるので結構置いてもしっかり立ちますので、いろんな条件に使っていただけると思います。実際それってカット見ることできますか？はい、もちろんです。プラ板を貼ってます。で実際カットしていくのがですね、専用のこういうデザインナイフみたいな刃になってまして、刃の種類ってあるんですか？はい、いくつか布とかが切れるようなロールカリとか、面白い。はい、もうセットができます。で模様は手書きの原稿とかでも切れるんですけど、内蔵の模様もいくつかあるのでこちらで切っていきますね。簡単な四角のパーツとかであれば全然切れるかなと。面白い。それでどこにそれをカットするかって決めるんですね。そうです、そうです。他の模様も一緒にセットしたいよとか、なるほど。セットして位置変えたいよとかもできます。自分でデザインしたのを取り込んだりとかもできるんですか？はい、イラストレーターだったりとか、うちで出してる無料のソフトでもそうなんですね。面白い。4回ずつ。4回5回。だから言わないイベントがあれ大丈夫なんですか？気にしないで大丈夫です。ありがとうございます。切れました。剥がしますね。はい。すごい。そんなにバリも出ないんですね。そうですね。綺麗な。結構綺麗。ちょっと浮き上がっちゃうとかどうしても出るので、そこは若干整えていけばいいんですね。すごい。ポップとかステッカーとか。ポップね。ポップいいですね。
なるほどな。ラミネートかけてもできるので、はいはいはい。あとはチーム名じゃないですけど入れたいよっていう方とかもいらしていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれか。結構新規なメーカーさんだって言っておられたので、はい。初めましてでしたね。はい。じゃあちょっとそんな感じでね、回っていきたいと思います。名刺がない。あったあったあった。あ、OK です。はい。はい。はい、それではですね、次はモデリウムの超徳さんです。はい、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いしす。ます。どういった商品を扱われておられるんですか。はい、弊社ではタグボートとか海上自衛隊ものと、あと陸上自衛隊のフィギュア35分の1のレジンキットとかがメインなんですけども、最近は主に 3D プリンターで出力した製品を強化して作ってます。だってその本体のその周りのディティールアップ用のそうですね、これ自体で1アイテムではあるんですけども、基本的にその自衛隊の、イージス艦とか、メインの護衛艦の横につくような工務隊とか補助艦艇が多いので、なので横に一緒に添えたりする船なんで、手間かからず精度のいいものを発売して、気軽に横に並べてもらおうっていう形で作ってます。面白いですね。もう商品開けたらもうこういう状態になってるってことですか。そうです。これが組んだ状態で、この上が船体とパーツって形で入ってます。ここのだからここのパーツだけ細かすごい。これ切り出すとマストが立ってるのか倒してるのか選んで作れますっていう形になってます。すごい。で700分の1だからそのフルハルじゃなくてそのちょっとそうですね、並べるようになって感じですね。3D プリンターでこんな細かいパーツ作れるのね。すごいですね。はい。プリンターで出力しているので、この甲板の上の配管とかが立体なんだけど1パーツなんですよ。すごい。すごい。その塗装とかに関してはなんか、よくレジンキットとかレジンパーツっていうと利型剤とか、油がついてて色が乗らないんじゃないかっていうふうに思われてると思うんですけど、うちで使ってる 3D プリンターって出力した後にアルコールで洗浄してるんですよ。余計なレジンがついてるものを洗い落としてもう一回硬化かけてっていう形でやってるんで、逆に言うと脱脂して仕上げてるようなもんなので、普通に上からエアブラシとかで塗れます。しかもなんかその僕のその勝手なイメージの 3D プリンターって結構積層痕とかなんかそんなあったりイメージあるんですけど全くないですね。そうですね。去年機材を新しくしたんですけども、より目立たなくなったので。いやー、僕の知ってる 3D プリンターで出てる模型の中で本当ちょっと衝撃なレベルで、ね、積層痕が全くわからない。本当にこのままエアブラシで塗装しちゃって良さげな感じですもんね。そうですね。面白い。すごい時代になりましたね。ありがとうございます。ちょっと感動しました。よかった。ありがとうございます。いや、ぜひちょっとうちのお店で置かせてもらえたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。後で気がついたんですけど、トイラジの超徳さんでしたね。はい、スーツ着てたので全くわからなかった。いや、本当に今更ながらに緊張してるっていうね。はい、じゃあ次行きましょうか。そうですね。はい。そちらの。あ、そうなんです。ありがとうございます。交渉 OK でした。はい。陳さんですが、日本語とっても上手でした。はい。じゃあ行きましょうか。はい。それではですね、ビーバーコーポレーションのブースに来てるんですけども、ビッグカラーを紹介していただく陳さんです。よろしくお願いします。そうですね、ビッグカラーというと西洋製の塗料と皆様に認識していただいてて、で一番最大な特徴というと、自己水平性で匂いがない、あとエアブラシの水洗浄っていう、3つの最大なポイントなんですけれども、今16分の1のフィギュアを塗ってまして、このフィギュアを塗るとところの色によりますと頻繁に色を交換
したりとあーかするなんですよね。そうですねはい。うん例えばの話、エアブラシに何も入ってない希釈率はまあ1対1というやり方で行いますが、水性用の水性用の溶剤です。まあもちろんもし溶剤の匂いがどうしても苦手なお客様でしたら、普通の水道水でも希釈ができると。こちらが筆塗りとエアブラシ塗り両方とも対応してまして、エアブラシが苦手なお客様はそのまま筆でも OK なんです。一応この下からまあ影をつけていきますんで、で今塗装しているところなんですが、まあ特に刺激的な匂いもないし、ないはい、すごくスムーズに塗っていきます。例えば今塗装が終わりました。でこちらはまあいつも皆様に言ってるんですけれども、静岡県産の水道水なんです。このままエアブラシを水道水の中に突っ込んで、はい。静岡の水すごいな。まあ日本全国の水でも大丈夫だと思います。今までにない斬新な今までないやり方。斬新な洗い方ですよね。はい。これだけ皆様にぜひしていただきたいんです。意外というかみたいな。はい。これで OK です。おお、綺麗になってる。はいどうぞ。ニードルも綺麗ですね。すごいすごい。はい。おお、取れてます。先ほどはエアブラシ塗りの方をお見せしましたんですけれども、筆塗りもお見せしましょうか。おお。例えば私は今初心者の方で、はいはい。プラモデルやったことありません。はい。そのまま希釈もせずに、あ、なるほどなるほど。はい、色をつけていきまして、はい。筆ムラも残らないんです。本当だ。本当だ。ちょっと今黒を使ってるんですけれども、またやっぱり色によりますとこういう明暗がつくところ場合もありまして、伸びがいいです。自光水平性の性能という。基本はまあ3回塗りで皆様におすすめしてまして、まあ薄く塗ってまあ2、3回重ね塗りっていう塗り方ですね。まあとりあえずこちらは1回目なんです。まあドライヤーも早いんですよ。はい、先ほど、まあ、ペタ塗りでやってたんですけれども、今モールドもちゃんと残ってますんですよね。こちらもビッグカラーの特徴なんです。いくら厚塗りにしてもモールドも埋めない。はい。で最後の3回塗りで綺麗に仕上がれます。おお。本当だ。はい、見ててください。どうぞ触ってみてください。筆ムラとかってあります？いや、ないです。ないんですよね。すごい。でモールドもちゃんと残ってますし、見えますね。はいへー。こう触っても全然色も落ちないし、せっかくのチャンスなので、今ここら辺はまあ筆塗りでやりましたんですが、ここら辺はエアブラシ塗りにしましょうか。なるほどなるほど。はい。まあエアブラシ塗りの時もまあ3回塗りでおすすめしております。ここはまあ1回目で軽く薄く重ねて塗っていくというポイントです。では今はもう1回目ですよね。それから2回目の塗装に入ります。まあ、塗料自身は有機溶剤が入ってないので刺激的な匂いがないんです。専用の薄め液はやっぱアルコール系の薄め液なのでアルコールの匂いはちょっとだけします。はい、では今は2回目ですね。はい。で2回目も1回目も塗ってからもうすぐ乾燥していると、はい。はい、今3回です。どうでしょうか。やっぱ筆で塗った時はもうペタ塗りでやってたんで、ここら辺の色がちょっと濃いなんですが、まあ、エアブラシ塗りの場合はちょっと色が均一に塗られていまして、まあ、発色もいいんじゃないかなと
この塗膜が完全に乾いてからその上にウェザリングを使っても全然大丈夫です。あ、下が落ちないんですね。落ちないんです。ああ、一緒に落ちちゃうことはないんですね。ないんです、ないんです。はい。ちなみに、はい水性ってなんかほら口径が 0.3 以上じゃなきゃダメとかあるらしいんですけど、あんまりそこないんですか。ちょうどそういう話が来て、お用意してあります。なんかもう私の狙ったかのようなキャッチボールうまくいくな。秘密兵器です。はい。いつもこちらは0.18のエアブラシなんですけれども、いつも戦車の明細とかそういう時は使ってます。ここからもう一つの特徴というと、塗料の粒子がすごく細かく研磨されているので、この 0.18 でもエアブラシの目詰まり現象もありません。なんか水性ってちょっと詰まりやすいよっていうなんか、まあよくありますんですよね、皆さん。0.18 でございます。皆さんどうぞ見てください。細吹きでもできますよ。すごい。ちゃんと入れててます。色が出てます。出てますね。はい。すげえ。本当にスムーズにずっと吹けますね。ずっと吹けます。まあ、同じく 0.18 でも水で静岡県産の水道水で。ではこちらニードルですね。はい。なんか一緒に商売やったらめっちゃ売れそうな感じがするぐらい完璧な接客でございます。ありがとうございました。また遊びに来てください。怖いね。ドキドキしたんだけど。これ一番強かった舞台だから僕の中ですごい事業部が細かくなっているイメージなんですよ。いつぐらいに流れてくるんですか。こういうところもはい出るわけじゃないんです。まだ全然見てないメーカーさん他にもあると思うんですけど、